こんにちは。Xbox 専門 VTuber のたくみしーなです。今回は12月前半に新たにゲームパスに追加されるタイトルと12月15日をもって外れるタイトルをご紹介します。ぜひ最後まで見てね。レムナント2、11月30日からゲームパスに対応しています。今年7月に発売されたばかりの最新作が早くも追加されました。オンライン協力プレイが可能なソウルライクアクション TPS ゲーム。本作は1人もしくは最大3人で遊ぶことができ、強力な敵たちとの激しい戦闘を銃による遠距離または近接攻撃で楽しむことができます。本作の最大の特徴はキャンペーンモードのランダム性です。ダンジョンの構成やボスの種類、イベントなどがプレイヤーによって異なる自動生成で作られています。このキャンペーンはいつでも自由に変更することができ、変更しても育成したキャラやアイテムを引き継げるため無限に遊べるようなゲームの作りとなっています。さらに自由にオンライン協力プレイが楽しめるのも素晴らしい点ですよね。本作にはチェックポイントで休憩すると回復薬の使用回数が最大値に戻ったり、敵が復活するなど基本的なソウルライクの要素が含まれますが、難易度は4段階から自由に選択することが可能となっていますし、戦闘面においてパリーや地名は存在せず、基本戦闘では回避アクションを用いるためパリーを主体にしたゲームは苦手という方でも楽しめる作りかなと感じます。協力プレイにもクイックマッチが搭載されていて、野良で他の人との共闘を楽しむことが可能です。つい先日まで開催されていたブラックフライデーセールのおすすめ紹介で紹介しようか悩んでいた最新作ですが、まさかこんなにも早くゲームパスに対応するとは驚きましたね。ストーリーがメインのゲームでもないので、前作を遊んでいなくても今作2から楽しめます。難点としては日本語訳がやや不安定な場面がちらほらと見られます。そしてレムナントフロムジアッシュ、こちらも11月30日からゲームパスに対応しています。レムナント2の前作となるタイトルで以前にもゲームパスに対応していましたが、再び追加される形となりました。ゲーム性は2と同様に銃で戦う TPS 型の高難易度のソウルライクゲームとなっていて、最大3人のオンライン協力プレイにも対応しています。ただ2は日本語に対応していますが、本作の方は日本語には未対応です。以前ゲームパスに対応していた際に途中までではあるものの遊びましたが、敵の脇が多いボス戦を主にゲームバランスはやや荒削りな印象です。根本的なシステムや操作性などに複雑な要素はないので、英語でも遊びたいという方はこちらの1作目の方から遊んでみてはいかがでしょうか。スチームワールドビルド12月1日発売日初日からゲームパスに対応します。メトロイドバニアの名作スチームワールドディグと同じ世界観で作られた見下ろし視点の街づくりストラテジーゲーム。プレイヤーは採掘ロボのスチームボットたちを動かし働かせて宇宙を目指すこととなります。鉱山で素材や食料などを採取し、スチームボットの住み家を建築して拡大させていき、快適な街を作り上げていきます。街が発展すると地下の廃坑へ掘り進めていくことができて、地下ではモンスターとの戦いも楽しめます。また廃坑には来るべき破滅を回避するための古代の技術が眠っており、深く探索して謎を解き明かすのも本作の楽しみの一つとのことです。スピリット・オブ・ザ・ノース・エンハンスド・エディション12月1日からゲームパスに対応します。ミステリアスなアイスランドの風景にインスパイアされた三人称視点のアドベンチャーゲーム。ストーリーは北欧の言い伝えにある様々な話を元にして作られています。今作には戦闘要素はなく、アクション要素の方も複雑ではないため、モフモフの狐を操作して自然の景色を楽しみながらパズルを解いていくという内容のゲームとなっています。またゲーム中には文字やセリフもないため、ゲーム性を楽しむというよりは狐として自然の世界を楽しむゲームと捉えるといいかもしれません。ワイルザーアイアンズホット12月5日発売日初日からゲームパスに対応します。2D のドット絵で作られたクラフトアドベンチャーゲーム。鍛冶屋として金属を鍛え、精錬し、
作った部品を組み合わせて新たなアイテムを作り出していきます。家事の工程はタイミングよくボタンを押すといったミニゲーム感覚の作りとなっていて、フィールドで素材を収集したり探索したりして新たなクラフト能力を成長させ、家事を行うことで廃墟となってしまった村を再建させていくといったゲーム内容となっています。また戦闘の要素は存在しないとのことです。ワールドウォー Z アフターマス12月5日からゲームパスに対応します。オンライン4人協力型ゾンビシューティングゲームワールドウォー Z のアップグレード版で新しいキャラクターやロケーション、バトルシステム、クリーチャーなどが追加されています。さらに Xbox シリーズ X、S では 4K や 60fps でのプレイが可能な他にも、かつてないほど多くのゾンビが画面上に登場し、無限の波となって押し寄せてきます。なお今作は海外のみでの配信となり、日本語には未対応となります。ライズ・オブ・ザ・トゥームレイダー12月5日からゲームパスに対応します。リブート版トゥームレイダーシリーズの2作目として2015年に発売された 3D アクションゲーム。迫力のあるムービーシーンやアクションシーンなど凝った演出が多く、弓や銃を用いた動物や人間などとの戦闘、そして遺跡の謎解きを楽しめます。9年前の作品とはいえ舞台となる雪山の表現は今見ても美しく、謎解きと戦闘のバランスも程よく、リブート3作品の中でも最も優れた作品だと私は思います。ゲームのボリュームは多すぎずサクッとクリアできる内容なので、リプレイの方はぜひ。クローンドローンデンジャーゾーン12月5日からゲームパスに対応します。体のあらゆる部分を切断できる三人称視点のソードバトルアクションゲーム。アリーナで待ち受ける凶悪な試練の数々を生き残り、バトルロイヤルを勝ち残るのが目的となります。1対1での対戦から最大15人での対戦も可能となっています。また今作は字幕だけではなく音声の方も日本語に対応しています。ボートシミュレーター3 12月7日からゲームパスに対応します。ヤギになってオープンワールドを大暴れするアクションゲーム。最大4人のオンライン協力プレイにも対応していて、様々なゲームや映画などのパロディネタが満載のめちゃくちゃなヤギ体験を楽しめることができます。3と題された2作目である今回は、贅沢にもゲームデザイナーを雇ってそれなりの中身があるゲームとなり、そこそこイベントが発生し、絡める NPC もそれなりにいるといった内容となっています。私は今作クリア済みですが、オープンワールドというほど世界は広くなく、ボリュームは短めで、とにかくおふざけに徹底していて、ゲーム性を楽しむというよりははちゃめちゃなノリを楽しむといいかなと思います。メタ発言連発で某有名ゲームそのままなオープニングは必見です。ティンハーツ12月12日からゲームパスに対応します。今年の5月にリリースされたフェイブルシリーズを手掛けた開発陣による愛と歩み寄りをテーマにしたパズルゲーム。おもちゃがいっぱいの魔法の世界を舞台に、独創的な仕掛けの数々を操作して跳ねたり打ったり滑ったりしながら、いたずら好きなブリキの兵隊たちをゴールに誘導していきます。ステージ数は50以上用意されていて、少しずつ手強くなっていくパズルを解くことで感動の物語が明かされていきます。ファークライ6 12月14日からゲームパスに対応します。2年前に発売されたシリーズ最新作がついに追加となりますね。熱帯の楽園ヤーラを舞台に、祖国の解放を目指して現代のゲリラ革命を戦い抜いていきます。ゲームの全編を1人またはオンライン2人協力プレイが可能です。シリーズ史上最大規模を誇る舞台を馬やボート、ジェットスキーなどの様々なビークルで探索することができ、可愛いお供の犬やワニたちと共に数々の武器を駆使してスリリングな戦闘を楽しむことができます。そして12月15日をもって外れるタイトルをご紹介します。
チェインドエコーズ、16ビットの懐かしいドット絵で描かれた一人用の RPG。舞台は剣と魔法、そして巨大ロボが存在する壮大なファンタジー世界となっていて、テンポのいい単性の戦闘システムを楽しむことができます。ドイツ製ながらスーパーファミコンや PS1 の頃の日本の RPG から影響を受け作られたとのことで、素敵な雰囲気の作品です。開発元がクリア時間は30から40時間ほどと公表しています。私まだ途中なので行けるところまで遊ぼうと思います。ポーションクラフト、錬金術師としてお客様の求めるポーションを作るシミュレーションゲーム。薬草やキノコなどの素材を集めてすりつぶし、何度も試行錯誤して調合を繰り返していきます。作業的なゲームが好きな方には沼な作品ですよ。なお、Xbox 公式サイトにて、今月は12月のゲームパスに登場するすべてのタイトルを発表しましょう。連休明けの1月上旬には、ゲームパスに近日公開予定のゲームが続々と登場します。と記載されていますので、昨年と同様に12月後半にはゲームパスの追加はなく、今回の追加で2023年は最後になるような告知がされています。2023年はもうなんだかずっとゲームパスラッシュがすごすぎましたね。年末年始にも引き続き最新情報を動画にまとめていきますね。ということで今回は12月前半に新たに Xbox ゲームパスに追加されるタイトルをご紹介しました。私のチャンネルでは今後も Xbox の最新情報やレビューを行っていきますので、よかったらチャンネル登録と高評価していただけるとすごく嬉しいです。Twitter の方も情報発信行っているのでフォローしてね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。